今回は、2021年末にレビューした、女神デバイス、エクソシストウィドウを全塗装していきます。今回の制作では、ブラックのグラデーション塗装や、ツヤの塗り分けなど、いろいろと新しいことにチャレンジしてみました。個人的には、本体のカラーリングと合わせたグレイブアームズが、結構お気に入りです。それでは、最後までごゆっくりお楽しみください。万吉プラモチャンネル。皆様、こんにちは。万吉プラモチャンネルにようこそ。最近、札幌クラシックを北海道以外でも店頭で販売してくれないかと切に願っています。あのビール、めちゃくちゃ好きなんですよね。今回は以前レビューした女神デバイス、エクソシストウィドウの全塗装動画になります。久しぶりに工作から塗装までの全工程を一本の動画にまとめています。無茶しすぎました。まずは、モールドや角を彫り直していきます。モールドの彫り直しはめんどくさい作業ですが、塗装した時にモールドや角のシャープさを維持することができるので、やるとやらないでは完成度が結構変わる気がします。それに墨入れもしやすくなりますね。まずは、ニードルを使って彫っていきます。動かす時に力を入れると、ニードルが脱線してパーツを傷つけてしまうので、脱力しながら何回か往復させます。次にキサゲカッターを使って溝を深くしていきます。ニードルで彫った時にめくれ上がったところが綺麗に取れていくので、なかなか気持ちいい作業です。キサゲカッターまでで終わらせることもありますが、今回はタミヤさんの超高ブレード、いわゆるタガネで彫った溝をはっきりさせていきます。使っているのは 0.15mm の超高ブレードです。最後に800番のヤスリを使って表面を軽く整えて終了です。次に引けを処理していきます。引けの処理はいろいろな方法があると思いますが、今回は800番の紙ヤスリを使って引けの処理をしていきます。ヤスリが角に触れるとシャープさが損なわれてしまうので、なるべく角に当たらないように手を動かします。大きいパーツなので引けもすごいあるかなと思いましたが、意外と少ないですね。このような平たい面だったらデザインナイフを使ったカンナ掛けの方が早く処理ができる気がしますね。光沢がなくなったら一面が終了です。続いて、後はめ加工が難しいパーツに段落ちモールドを作っていきます。ゲートが邪魔になってしまうと、綺麗な段落ちにならないので、モールドを作る前にヤスリを使ってゲート処理をします。400、600、800番の順番でヤスリ掛けをして、ゲート処理を行います。ゲート処理が終わったら、段落ちにしたいところにデザインナイフを使って、シーメンを作るイメージでカンナ掛けをします。カンナ掛けは数往復くらいでいいと思います。次にタガネを使ってモールドを太くしていきます。カンナ掛けしただけでも段落ちモールドになってるので、ここから先の工程を行うかは好みになりますね。0.15mm のものから始めて徐々にブレードの幅を太くしていきます。0.15mm の後は 0.2mm、0.3mm と徐々に幅を広げます。本当はもっと幅を刻んだ方が安全だと思いますが、その他の幅のタガネを持っていないので、ちょっと横着してます。最後に軽くヤスリ掛けをして、段落ちモールド完成です。合わせ目消しがめんどくさいから嫌いということもありますが、段落ちモールド作るの結構好きなんですよね。線もまっすぐで、個人的に満足な出来栄えです。万吉プラモチャンネル。続いて、塗装工程に移ります。工作で処理をしたパーツは、すべて洗浄しました。ちょっともったいないですが、クリアーパーツも塗装していきます。クリアーパーツをどうやって塗装しようか迷いましたが、今回はキャンディー塗装に挑戦していきます。
1層目の下地はブルーを選択しています。美味しそうな色です。2層目のシルバーはギラつきが強いものが良かったので、ガイアカラーのスターブライドシルバーにしました。最近、スターブライドシルバーって品薄状態が続いているんでしょうか。たまたま自分が行くタイミングでないだけかもしれませんが、スターブライドシルバーとゴールドだけ売り切れているんですよね。角度を変えるとブルーの下地が透けて見えるので綺麗ですが不思議な感じです。3層目にブルーのクリアカラーを塗っていきます。クリアカラーの塗装って難しいですよね。一つのパーツだけを一気に塗り重ねずに塗装したパーツ同士を見比べながら色の濃さが変わらないように注意します。最終的に3回ほど塗り重ねました。何かの鉱石みたいで美しいですね。次にブラックのパーツを塗装していきます。過去の動画でブラックのグラデーション塗装って難しいなぁとお話ししていましたが、やっぱり黒単色だとちょっと味気ないので、今回はグラデーション塗装に挑戦してみたいと思います。1層目は何も考えずブラックをベタ塗りしていきます。2層目にはハイライトとしてグレーを塗装します。早送りで見るとあっという間にグラデーションが出来上がるので見ていて楽しいですね。3層目にはクリアーブラックを重ねていきます。先ほど行ったキャンディー塗装と同じようなイメージですね。理想のブラックを目指してひたすらクリアーブラックを重ねていきます。ヤスリ傷がめっちゃ目立ちますが、多分艶消しトップコートが傷を隠してくれるでしょう。多分、きっと。次に髪の毛を塗装していきます。髪の毛の塗装については以前詳しく解説した動画をアップしていますので、よろしければ合わせてご覧ください。1層目にはメインカラーになる色を塗装します。メインカラーはラスキウス、アーラのブロンドから作っていきましたが、青っぽくも赤っぽくもある色だったので、なかなかイメージ通りの色にならず結構苦労しました。カスタードみたいな色で美味しそうです。次に影になるところにシャドウを入れていきます。シャドウカラーはメインカラーにシアン、マゼンタ、ブラックを追加して作りました。パーツの裏側にも全体的にシャドウをのせています。なんとなくシャドウが入ったことがわかるでしょうか。次にハイライトを入れていきます。ハイライトカラーはホワイトにメインカラーを少し足して作成しました。細部までハイライトを入れるのが今の技量だと難しいので、エンジェルリングっぽく円状にハイライトを入れていきます。こんな感じにエンジェルリングを作ると結構それっぽくなるので、個人的にお気に入りの塗装方法ですね。髪の毛の塗装はもうちょっとだけ続きますが、次に毛先にメインカラーとシャドウカラーの中間くらいの色を塗装していきます。毛先だけ色を濃くすると、先ほどのエンジェルリングのように、これもまたそれっぽい表現ができます。最後にメインカラーと透明クリアーを混ぜた塗料を全体的に塗布して、グラデーションをなじませていきます。今塗布している塗料はかなりシャバシャバに希釈しています。まだトップコートはしていませんが、これで髪の毛の塗装は終了です。最後にメインカラーを重ねたことで、全体的にグラデーションが馴染んでくれたような気がしますね。肌の塗装はいつも通りラスキウスを使用しますが、今回は下地の色をちょっと変えてみました。ラスキウス的には下地の色はホワイトが推奨のようですが、今回の下地はクリーム色にしてみました。いつもは推奨のホワイトにしていたのですが、なんとなく発色が遅いような気がしていたので、今回は暖色系の色を下地にしました。この判断が吉と出るか凶と出るか、テストピースで試せよって編集しながら突っ込んでいます。
それではメインカラーを塗装していきます。おお、簡単に発色してくれましたね。やったぜ。作ったことがある方はわかると思いますが、バレットナイツ系のキットってスキンカラーがかなりピンク寄りなんですよね。ラスキウスの時灰色とホワイトを調色して特徴的なスキンカラーを再現してみました。最後に同じくラスキウスのクリアーペールレッドを使ってシャドウを入れていきます。これで肌の塗装が終わりました。メタリック系のパーツは透明クリアーでグロス仕上げに。ボディパーツや武装類は艶消しクリアーでマット仕上げにしました。グレイブアームズは結構塗り分ける箇所が多かったです。今までは塗膜が剥がれそうで敬遠していましたが、今回は艶消しトップコートをした後にマスキングをして塗り分けてみました。塗膜は全く問題なさそうですね。自画自賛になってしまいますが、めっちゃかっこいいです。ウェザリングマスターのピーチを使ってチークを入れていきます。ウェザリングマスターの粉末がつきやすいように、あらかじめパーツに艶消しトップコートをしています。肉眼だとしっかりと頬がピンク色になっているのですが、カメラ越しだとあまりわかりませんね。ウェザリングマスターを保護するために、この後、もう一度艶消しトップコートを吹いて終了です。ということで、エクソシスト、ウィドウ、完成しました。やっぱりエクソシストは、可愛いですね。ブラックの部分は光沢か艶消しかどちらで仕上げるか迷いましたが、結果的には艶消しにして良かった気がします。一応、ブラックのところはグラデーションを入れているのですが、なんとなくでしかわかりませんね。デカールを貼った後にトップコートをしたので、シルバーのデカールが白っぽくなってしまいましたが、鈍く輝いていてかっこいいですね。どことなく仮面ライダーデルタを思い出すカラーリングです。グレイブアームズは本体とカラーリングを合わせてみました。色だけではなく光沢と艶消しでも塗り分けてみたので、メリハリがあって、かなりかっこよく仕上がったと思います。引き出した露出したところはシルバーを使ってみたのですが、カメラ越しだとメタリックブラックとの違いが分かりづらいですね。差し色のブルーもいい感じです。ブルーとブラックってよく合いますよね。それでは最後に完成品をご覧ください。
ということで、今回は女神デバイス、エクソシストウィドウを全塗装してみました。撮影中に軸が折れたり、パーツが飛んでいってしまったりと、アクシデントが続きましたが、なんとか完成までたどり着くことができました。組み立て中に軸が折れた時はさすがにへこみました。完成したウィドウと一緒に並べたいので、先日レビューしたエクスキューショナーブライドも、そのうち全塗装していきたいと思います。1月末発売のスサノオのレビュー動画の作成やらなんやらで、ブライドの全塗装はちょっと先になりそうですが、時間を見つけながらコツコツと制作を進めていきたいと思います。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。気になることや、リクエストなどありましたら、お気軽にコメント欄にお書きください。また、よろしければ、チャンネル登録や高評価いただけると嬉しいです。Twitter もやってますので、お気軽にフォローしてください。また次回お会いしましょう。バイバーイ。